はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回はいよいよシリンダーヘッドの中身の部分やってきますね。具体的にはバルブガイドと反対側に入れるバルブシート、あと燃焼室もある程度成形できたらとは思ってます。どこまで進むかわかんないですけど進めていきますね。まずはバルブガイドですね、やろうと思います。こんな感じの普通のバルブガイド作っていくんですが、ここ、ぴったり圧入しなきゃいけないので寸法がちょっとうるさいですね。各バルブガイドの穴ですね、ここは正確に寸法を知る必要があるので、はい、細い3点マイクロ買ってあるんで、これで測ってきます。一応基準リングで、構成取ってあるんで、信じるしかないですね。8.00、8.03 くらいだな。それぞれの穴の計測をしてるんですが、結構数字のばらつきというか、同じ穴を複数回測ると全部違う数字が出てくるんですよね。それが結構困って、行ったり来たりと結構苦労しています。はい、結局各、バルブガイド用の穴、10回ずつ測りました。それで1回測るごとに、基準リング使ってちゃんと構成は取ってるんで、いいでしょう。それでも数字が結構ばらつくんで仕方がないので、10回中一番大きい数字2回、小さい数字2回を除外した残り6回分の平均っていう感じで作ってあります。この緑が平均ですね。緑色の、一応動画の方で出しますが、緑色の数字が平均と。で、上の青い数字が、圧入する時のバルブガイドの寸法ですね。これでいきます。穴が楕円に開いてるせいなのか、自分の測り方が悪いのか、はたまたその両方か。そういう感じで、いまいち安定しないですけど、もう平均を取るという感じでよしとします。バルブガイド作っていきますね。はい、作る形状としてはこんな感じですね。そんなに難しい形状ではないですね。とりあえずは重要なのはこの仮に8と今表記してる部分がここの 8.05、8.06、8.067、8.095 っていう感じで数字が細かいですね。ここだけですね、大事なのは。他はそこまで重要な数字ではないので問題はないです。8本必要になりますね。まずはセンタードリル入れて単面の切削を進めていきます。単面が終わったら外径の一番太いところから順番に削っていきます。この段付きの部分が精度が必要なところで、インレットの1番から一番左から順番に行けばいいでしょう。なのでまず 8.05 を狙っていきます。
日だいぶ近づいた。8.094。8.05 目標で今 8.053。まあこれ以上やると多分ずれちゃうんで、このぐらいはよしとしましょう。で、穴開け。次穴開けですね。3.5 なので、リーマー最後に通して 3.4 で開けてきます。そしたら突っ切りで切っちゃうと。1個目の作業の半分が終わったところですが、本来ならこのまんま2個目3個目と半分だけをどんどんやっていくべきなんですけど、最初の1個なので1回通しで作業をしていこうと思います。はい、これで1つ目だいたい終わりですね。これがこんな感じの部品ですね。まあ予定通り、寸法も予定通りいったので OK ですね。で、これがここに入ると。じゃあ残り、15個どんどん進めていこうと思います。はい、これで、1番の右側は完成させてますが、1番の左側以外はこの下半分だけ作ってあります。寸法ももうびっちり合わせてあるので、これでいいと思います。残りはこっちの上の方を作ってきますね。まあ同じ作業が15回続くので、まあ動画的にはあっという間で終わらせちゃうと思います。それではバルブガイドの残りの作業15個全部進めていきます。今進めてる部分は先ほどよりも精度要求が厳しくないので、まあ、はっきり言って単調な作業の連続となってしまいます。これでラストですね。
はい、これで全てのバルブガイドできましたね。これ混ざると困るのでこういうケース入れときます。これで OK と。次はでは、バルブシートの方を作りますか。バルブガイド終わったので次バルブシートですね。また同じように、各10回計測しようと思います。それで平均値を取っていけばいいんじゃないかと思います。あんまり数字がまとまってくれるようならまあいいにしましょう。バルブシートですが、各5回計測しましたが、結構数字がまとまってくれたので、これで良しとします。これの一番大きい数字と小さい数字、両方を除外して残りの平均値で見ていきます。作るべき寸法も確定したので、どんどん加工をしていきます。よいしょっと。一応、1000分の4ミリまで0.005 以内なので許容範囲ですね。これでよしとします。とりあえず最初の1個が終わって大体の作り方が分かったので、このまんま残り15個どんどん作っていきます。これでバルブシート全部一応できました。この後仕上げをして、計測して問題なければヘッドに入れていきます。バルブシートとガイド終わったんですけど、先に燃焼室の成形をやってしまおうと思います。テスト切削でこんな感じで一応燃焼室形状がなんとかできるだろうなという予測が立ったので、これでいこうと思います。ここは目視で合わすしかないですね。これでプラグホールに対して中心位置になりましたね。
目、1番シリンダーの部分できました。外して確認したいところですけど、外したらもう原点出せなくなっちゃうんで、このまんま2番3番4番と続きます。これでシリンダーヘッドの燃焼室部分終わりました。あとは焼き場目を進めていきます。はい、焼き場目するのでドライアイス買ってきました。なので全部冷やします。一旦この中入れて冷やしときますね。あとはシリンダーヘッド温めていきます。で、よいしょ。これで温まるの待ちます。インレット終わり、エキゾーストと次はエキゾーストを始める前に角度を修正して合わせておきます。再加熱して、射程の温度になったらまた一気に進めます。ここももたもたしてるわけにはいかないのでどんどん進めていきますね。これで全部入ったと。一旦これで除冷しますと、このまんま冷やしてきますね。はい、バルブガイド入ったので、ステムシャフトのところの仕上げ先やっちゃいますね。仕上げはリーマーを通すだけなのでそんなに難しくはないですね。下のももをきっちり開いてるんで、これは単純な作業となります。これでバルブステムのリーマ仕上げ終わったんで、あとはバルブシート入れていきますね。同じようにドライアイスで冷やしてこいつを温めて入れると。では、シリンダーヘッド温まったのでいよいよはめていきます。
そしたらエキゾースト温め直してエキゾースト移ります。はい、全部入った。常温になるの待って、常温になったら確認してみますね。はい、一応これでバルブガイドとバルブシート両方入りましたね。シートカットなどこれ今後やっていくんですが、まあせっかくなのでとりあえず一回バルブ入れてみますか。その辺にあった仮のスプリングでとりあえず組み立ててみます。まだシートカットしてないんでかなり傘の部分出っ張ってますね。まあとりあえず適当なバネで、組むだけ組んでみましたね。はい、これで、バルブ入れてみました。まあ今回の動画はとりあえずここまでとなります。次回ですが、カムトンネルの部分の仕上げたりとかをやっていかなきゃですね。まあまだまだ先は長いですが、どうぞ今後もお付き合いください。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。ピストンこんな感じですね。いいね。気分が上がるね、やっぱ。